はい、こんにちは。森の黒犬もりもりです。今日はシグマンラインレーザーディテクター CLD100 とレーザーレベル CM701、 これをやっていきたいと思います。セミハードケースに入っています。赤まず説明書、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、日本語の説明書が入っています。このぐらいです。はい、レーザーターグと、そして USB のケーブルと、リモコン、ターンテーブル、L アングルの台座がついています。そして本体と、付属品は以上になりますね。まず本体を見ていきましょう。すごくちっちゃい。あと、軽いですね。これはね、電池は入れるところがないんですね。ここにタイプ C の充電口があります。4000mAh の電池が内蔵されている。本体の横にはスライドスイッチがあって、内蔵の振り子のロックとアンロック、これを横にスライドするとレーザーが出てきます。このレーザーは4度以上傾くと点滅するようになりますね。そしてスライドをロックするとレーザーが消える。本体上面にはボタンがいくつかあります。まず電源ボタンですね。振り子がロックされた状態で電源ボタンを3秒間長押しするとレーザーが出ます。そして V1、V2、H というボタンがありますけども、このレーザーの出力それぞれをオンオフすることができるようになっていますね。レーザー光の明るさ自体は一番明るいモードで6時間、2番目に明るい状態で9時間、ギア3、これで15時間、そして一番弱い状態で30時間の稼働ということになっています。自動水平モードの場合はこの電源ボタンを長押しするとパルスモードはレーザー受光器を使うためのモードです。そしてこのシグマのセットにはターンテーブルがついてますね。このターンテーブルは足がですね3本あって、この足の高さを何ミリかな、5ミリぐらいそれぞれ調整できるようになっています。ここに三脚穴がついていますからぐるぐる回してね取り付けることができます。でこの足でね水平を取るんですけど、この水平が取れてない場合はこう回転させた時に4度以上に傾いてしまうこともあると思いますから、ここで傾きを調整するんですけど、例えばこういった水準器をここにね乗せて、今もう結構水平ど真ん中に来てますけど、こういった形で水平を取った上でくるくる回すと。そしてこの微調整のためのつまみがここについていますが、これ微調整っていうか回した分だけ回る感じになってますね。ちょっとこれ印をつけてね、何回転でこれが一周するか見てみますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15と4分の3回転。これが一周するとここの角度が 22.857 度移動することになりますね。つまみの直径がだいたい18ぐらいですから、これをちょっと計算してみると 0.4044 タンジェントの例えば3メートル先、ここのつまみを1ミリ動かした時にレーザーラインが3メートル先で21ミリ動くことになりますね。これちょっと微調するにはかなり難しいかもしれません。レーザーラインの精度自体は3メートルで誤差がだいたい1ミリ以内に収まる精度があるんですね。なのでこの台座に関しては150回転ぐらい回さないとこれが一周しないようなぐらい細かくなった方がレーザー墨出し機の精度とバランスが取れる。ちょっとこれはねもったいないなっていうふうに思います。はい、そしてこれは L アングルですね。これもここにこうつけて鉄とかにね貼っつけて使うやつです。
かなり強力だねこれね。これ例えばこういう丸いものにねつけるためにこうグラグラグラっと動いてしまうね。これがちょっとあれですけど、まあもしここに V 字型に溝が入っていればもう少し安定してつけることができたかもしれませんね。この材質自体はね結構しっかりした感じでできています。リモコンがついています。レーザー光の明るさを変えたり、垂直ライン、横の垂直ライン、そして水平ラインと。これ手動モードの時には何秒間かに1回点滅するようになってますね。オートレベルでやってるつもりがマニュアルモードになってた時に気づかないと困るもんね。これ今マニュアルですよってことをレーザーがちょっと定期的に点滅することで教えてくれてるような感じですね。レーザーターゲットの使い方なんですけれども、通りを出す時に例えば20センチ隅に対してレーザーをここに照射します。そしてここに地墨がありますね。この地墨とこのラインを合わせて、それから垂直方向こちらに墨が出る、直角の墨が出ますね。でここにマーキングするというような形で使うんですが、明るいところであるいは長距離でやる場合には今ここでねこう見ながら合わせられたからいいんですけど、これがちょっと遠いところにある場合は向こうまで行って見に行かなきゃいけない。でずれてるなと思ったら戻ってきてこう調整しなきゃいけない。でこれがちょっと面倒くさいっていうんで、そこでレーザー受光器の登場となります。レーザー受光器はここの窓にねレーザーが当たるとこれが反応してくれます。上に水平をね表すための気泡がありますね。そして横にも水平を表すための気泡があります。そしてねこれはね窓がここ LED で下だよ上だよっていうふうに教えてくれるんですが、横にもあるし後ろにもあります。でここに電池を入れて、これ四角い電池ですね。この受光器は高さを見るときにはこうやってね使うんですけれども、これね横倒しにすると水平も見れるんですよね。ですからこのレーザーターゲットの代わりにここにこう置くわけです。電源ボタンを入れます。でかい音、小さい音、音なしっていうふうにあります。ちっちゃい音でやってみますね。でこれをここにこうね墨に合わせてこう置きます。そしてこのレーザー受光器をパルスモードに切り替えます。パルスモードになったらここが点滅します。そしてこれをこう合わせていくわけです。ここでね合いましたというような感じです。はい、ではねこの壁からの墨を出して、それに対して向こう側に直角の墨を出してブロックを置いてみようと思います。壁から60センチのところに印を打ちます。ここにこの中心に合わせてこれを置きます。はい、ここに60センチで印を打ちます。ここにレーザーをセットします。ここですね。ここにセットします。そして向こうに向かって飛んでますからね今ね。これをパルスモードに切り替えます。これ微調がないとやっぱり厳しいね。よし、あった。これでね、今ここの墨と向こうの墨があった状態になりました。ちょっと見てみましょうね。はい、これね、合いました。で、今度はこのまま動かさない状態でね、こっち側を探します。
はい、今ねこれであのブロックとこのブロックとそれからあのブロックがね直角に設置されたことになっているはずです。どうですか？直角になってそうですか？これね、このブロックとあのブロックとあのブロック、建物から60センチの線、隅に対してこのブロックが直角に設置されたということになっています。今高さはね全然測ってないので斜めになってますけれども、そんな感じかなと思います。はい、じゃあ今度はねここから30歩先で墨田式の誤差を測ってみたいと思います。三脚の水平を合わせました。せーの、1、2、30歩。こちらもりもり、こちらもりもり、ニャンシーどうぞ。こちらニャンシーどうぞ。墨田式を12時の方向でお願いします。どうぞ。12時の方向、要ソロ。了解。こちらもりもり、3時の方向でお願いします。どうぞ。3時の方向、要ソロ。了解しました。6時の方向でお願いします。どうぞ。6時の方向、要ソロ。了解しました。9時の方向でお願いします。どうぞ。方向、要ソロ。9時方向了解しました。はい、ありがとうございました。終了です。お疲れ様でした。はい、風が強かったね。今日はね、北風7メートル。あんまり風が強いと風の影響を受けて墨田式もこうぐら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 揺れてたんじゃないかと思います。レーザーを当ててもなかなか安定したポイントに止まらなかった。そういう状況にあっても12時の方向で印を打って3時の方向に傾けて測った時になんとこの誤差が2ミリしかなかった。22メートル先で2ミリの誤差っていうのはすごい精度だと思います。6時に回すと 7.5 ミリ、9時方向に回すと9ミリの誤差が出ていました。こういう精度測定するときには、強固な三脚に据えて棒も動かないようにしてですねやるべきところだとは思うんですけれども、実際現場で風が吹いてる時に棒を持ってこう印を打つわけですから、それに近いような形でやってみたということで一つの目安になるかななんかよく分かりませんけれども、そういった形で行った測定結果です。長距離の直角を出すとかっていうのはなかなか難しいかなと思うんですね。それでもですね、この1万円ちょっとで買えるようなレーザー墨田式とそれからレーザー受光器、この組み合わせで手軽にできる、これ素晴らしいですよね。シグマンさんの製品は3年間の保証があります。公式ウェブサイトに飛ぶとこのマニュアルも前もってダウンロードすることができますし、あとね、なんか面白い製品もちらっと見えたりしましたので遊びに行ってみるのもいいかもしれませんね。はい、ということでシグマンの CM701 レーザー墨田式と CLD100 レーザー受光器でした。またね、バイバイ。
やっぱりこのレーザーも前後方向とあと左右方向で明るさの差がありましたね。前方向に向かってはかなりの距離を受光できましたけど、3時方向と9時方向については、約20メートルぐらいの距離、22メートルぐらいの距離にとどまりました。あんまり長距離を出すことはないと思うんですが、一応このレーザーの強い方向があって弱い方向があるということをちょっと念頭に入れて使われるのもいいかもしれません。